さっと木陰に隠れて、そう俺を追いかけたつもりだけど前に行けろ行けろ、俺いないぞっつって、僕は後ろからヘコヘコついていくんですけど、前の選手を見つけたんですよ。話をしてんじゃねえかな。ジャポネを見なかった。そしたらそう後ろからそう話してる隙に後ろからスーってめっちゃ追っかけてましたすんげえ形相で追っかけてましたそりゃそうだ。どのぐらいなの？キロ4分半ぐらい、4分か5分ぐらいか。投稿を見た気がする。なんか LINE かなんかにすごいペースで走ってますね。そうキロ4ぐらいで行ってる。そう4分はちょっと回りすぎか。でも5分は切ってましたね。ああ、そう。でも300走ってキロ5切るって相当な全力疾走。絶対それ最後持たないでしょと思うし、まあ、僕も持たないけど、なんかこんな追っかけてきてるの面白いなと思って。もう力勝負というか、力勝負。我慢比べに入ったわけですね。先のこと絶対考えてねえな。何が何でも、あの男だけは逃がさない。この野郎っていう感じがね、さっきのすごい感じで、まあそれだけ粘りある選手だし、これひょっとしたら今この場で戦ってる場合じゃないと、結局まだ前に2人いるわけで、1位の選手はさすがに3時間も前ですけど、その時2位の選手が2時間以内にいたんですね。もうだいぶ迫ってきましたね。そうですね。で、それひょっとしたら2人で一緒に組んでれば、結構ねパックになってれば精神的にも割と、疲れが疲労が少なくなるからっていうのをちょっと提案したんですよ。そう一緒に今ちょっとここでチェイスしても、無駄になっちゃうから行かないかっていうふうに提案したら、いや俺は自分のペースで行くちょっと俺が誘うタイミングも悪かったかもしれないですけど、そう散々こんなこう駆け引きしてかくれんぼしてちぎり合いしてきてもう多分彼の目にはもう飯野さんしか映ってない俺はお前には負けたくないそう自分のペースで俺は完走したいだけだって、いや違う人それはって完走したいだけは嘘だろうと思ったんですけど、それで最後のエイドに着いたんですよ。まあ数分したらそのフランス人とそのちょっとバテてき始めたイタリア人がまあやってきて、で、ちょっと残念ながら彼ら2人は仲良くなっちゃって、多分俺を絶対敵視してるんだろうで2人で一緒に出てって、僕より先に急いで、で僕はまあちょっと多分このバテ具合見てると、ちょっと休んでても後で抜かせる、この2人は抜かせるなと思って、そこで僕あれか5分だけ仮眠取ったんで、20分ぐらいしたら、その先に出てったら2人捕まえて、その2人はずっとやっぱ仲良くなったんで、一緒に走っててそこでまた抜き去った。そうですね、もうこれ以上仲良くできんと思って多分嫌われてるから先に行く。3位になった。3位になりましたね。でその時も自分の目にはもうこの2位しか映ってなかったんで、あとはもうこの2時間以内にあった差をどう埋めていくかっていうので、極力走れるところはちょっとした上り坂でもガッと登るようにしましたね。走るようにしました。40キロだったら上りある程度ハーハーしてもそんなにバテて潰れることはないだろう。それだけ足が残ってたってことですね、やっぱ。そうですね。それだけ前半は出せなかったんですよね、そのテクニカルすぎて。なるほど。自分の走力を生かす場所がほぼなかった。生かせなかった。それのおかげもあって、スピードを上げて、で2位の選手に近づく頃はもう4日目の夜迎えて、で夜迎えると、ヘッドライトをつけるんで、分かるんですよね、やっぱり距離感が。向こうの方の山で光ってるって、あれかみたいな、嬉しい反面結構距離あるなみたいな。そうですね。でその光に気づいたのか、向こうも
時々光をこっちに照らしてくるんですよね。わかりますね。キラって光る。キラってこっち見てるだろう。気づいたなと思って。こっちも消そうか。こっち消そうかって。時々ちょっとわかんないように一番低いそうです。光量を落として。光量を落として光を。でラスト20キロぐらいでようやく捕まえたのかな、2位の選手を。まあなんとか粘って追い越して。で映像で彼少し休んでて、僕が先に出てで走ってて、ちょっとやっぱラスト10キロぐらいで僕バテてた時になんか後ろからスペイン語が聞こえてきて、でどうやら家族かなんか、だからサポートの人が後ろから応援してたらしくて、そのスペイン人の選手でだいぶ迫ってきてて、その声を聞いた途端にすんごい焦りが出てきてやばいと思って抜き返されるとそっからダッシュしましたね。もう一回ダッシュしてスパートしてダッシュして、なだらかとはいえやっぱ下り坂のところもあったり、テクニカルなところがあって、そこをもう足ひねってもいいから、走り続けて、で山ってよくこう切り立ってて足がこう斜めになるようなところもありますよね。斜め斜面の斜め斜面のところが結構最後多くて、そこでも無理やり走ってましたね。後ろの方でなんか「合う!」とか言ってて、多分追っかけてきて足ひねったんですよ。足ひねったんでしょうね。でどうしよう助けようかなと思って一回振り返ったんですけど、ほっとこうと思ってここはもう勝負だ。ここは勝負もう、じゃあもう本当最後はもうこの2位の選手とずっと接戦だったわけですね。でしたね。そうでしたね。でラスト5キロぐらいになってからは結構林道ロードみたいな繰り返しになってきたんで、もうこれいけるだろうと思って下り坂だし、ここでだいぶ差をつきました。で結果的に20分差でゴールか。そうですね。18分差。360で18分差はもう本当僅差ですね。そうですね。僅差ですね。でトップと結局ねどのぐらいあったっけな。1時間の差は1時間あったな。85時間51分でトップがゴールしていて、ニノさんが86時間38分だから40分。そうですね、1時間切ってますね。切ってたんだ。2時間ぐらいあった差をトップはね3時間ぐらい3時間あったんですか。3時間10キロ以上あったの。15キロぐらい。それをもう1時間以内まで迫ってたんです。僕トータルで2時間なんですよね。で表彰式の時に、彼にどんぐらい寝たのって聞いたら、彼100分っつってたんで1時間40分。1時間だから寝た時間を減らせばもうかなりの接戦。そうですね。もうカナダ人の選手ですね。カナダ人。ガレン・レイノルズ選手。そう、彼ね、めっちゃ速いですよね。でも今回こうやってレース出てて、一番、走力とかそういうよりも、睡眠っていう学びが一番多くて、やっぱ日本はしっかり寝て、走力を落とさない、走力を維持するっていう考え方なんですけど、向こうは極力寝ずに走力が落ちることが前提で、その代わりストーンと落とさずなだらかに落ちていくっていうパターンが多いですね。なるべく睡眠はもうギリギリを攻めるみたいな。そうですね。僕もどっちかってそっちの方が合ってるかなと。なるほど。いわゆるマイクロシエスタと言われる。そういうこと。ミクロシエスタっていうらしいですけど。なるほど。もう数分。そうですね。5分とか。そうですね。を寝やすい。路肩でちょっと寝てまた進む。そうですね。それを繰り返していくみたいな。よくね、人によってはちゃんとしっかり時間を確保して、布団みたいなそういうところに寝た方が体力回復するって言うんですけど、それって数字で出したことあるんですかっていう、その説得力がないんですよね。特にこの300キロオーバーのレースとかそうどれが正しいかってまだまだ未知の領域がそうなんですよ。100マイルは100マイル走力は落としたくないので。
100マイルは出つつこういうレースもちょっと出てみたいな、この先も。じゃあ100マイルでスピード練習をしてそうですね、スピードを落とさないようにして300キロ以上のレースにこう備えると。備える睡眠を。100マイルのスピード練習って言っちゃうあたりがもうだいぶもうだいぶバグり具合がだいぶ上でこの山はきつかったなみたいな、そういうのはなんかあったりしますね。全部きつかったはい、もうねこのコース嫌いなんですよやっぱり、ね、走れるコースじゃないんで、トルデジャーノのコースもやっぱり好きなんですよ、ね。やっぱ全然走れない。そうですね、よし走ろうと思えるところが少なくて、なるほど。やっぱ上りが、30% とか結構急なところで30% ぐらいの勾配に登って、上り切ってやっと走れるぞと思ったらすんげえガレバで結局下りもそう使ってしまったその時間をこう挽回できるってこともなかったですね。日本の山は割と登山道がはっきりしていて、でそこの道をたどっていけばわりかし安全なところがほとんどですね。スイスももちろんそういうところいっぱいありますし多いんですけど、このコースの一部っていうかそのピークになればなるほどそういうところがだんだん足の踏み場がどんどん細くなっていく、もしくは踏み場はあるといえばあるんですけど、こう尖った岩がこうボン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 とあるんで、その先っちょに足を立てて、で次の踏み場もこんな尖ってるなんつうんですかね、針のエッジナイフエッジ的な、そうここからここまでジャンプしないといけないっていうでジャンプしないとなんだろう、もうここのところだから落ちちゃうし足を踏む場所がないっていうところもあるし、あと、日本のところだとこうジャンダルムとか大キレットとかあるんですね、奥穂高の、ああいう場所もあったりするんですよね。要はヘルメットがないと非常に危険なところも普通のコースとしてあるところもありましたね、一部。やっぱ日本でもし仮にこのスイスピークスに将来出たいと思ってトレーニングをするんだったら、それこそそのジャンダルムとか、そうですね、ああいうところをこう練習しておいた方がいいみたいな。そうですね、その速さとかそういうんじゃなくて、ちょっとその慣れておく、高所というかそういう岩場になれる慣れておく、ビビっちゃう。引き返すにも引き返せなくなっちゃいますからね。それぐらい途中でね、犬が出てきたのも嬉しかった。犬がずっと追っかけて5キロぐらいずっと一緒に走ってくれる。ずっと一緒にペーサーをしてくれて、そうしてくれてありがたかったですね。ペーサー、そうかな、なんか彼についてったら変なところに行っちゃったりしましたけど確かにコース知ってるわけじゃないしで、表彰式の時に、表彰はトップ3が、男子女子と、表彰されるんですけど、あとは別に年代別であるんですね。なんで僕は2位で3位がいて、4位5位は年代別に表彰されるはずなんですけど、現れなかったんですよ。なんだ。一番最後の人から呼ばれて、全員こうステージに上がってメダルもらえるんですね。全員呼ばれるやつですね。トルデジャーもね、それ有名ですよね。そうですね。全員表彰されるっていう。全員ステージの上に上がるっていうのはやるんですよ。表彰式とは別に。なんで絶対そこで来てメダルもらえるはずなんですけど、その2人は、いなかった。いなかったんですか。多分キレられたかもね。あんなやつ顔合わせたくねえや。めっちゃ悔しかったんじゃないですか。デバディエ・フィリップさんとフィリップさん、ボリス・マテオさん。そうマテオさん知らないですよ。YouTube を通じて仲直りのメッセージ。そう仲直りなんかするチャンスだったんですけどねできんかった。じゃあ次のレースどっからあるでしょう。また勝負しようってまたお前かよってちょうど40ぐらいの選手が多いってことですよね。多いですね。みんな好きな。いやでも確かにトップ10は1977、80、82人とか、もうみんな40代ですよ。みんな同世代。やっぱり超ロング
走るおっさんたち半端ないですね。おっさんしかいませんよここ。ということはまだまだ30代のランナーは、ね、どんどん距離を伸ばしていけば、そう40代でも40代楽しめる。そう花開くとや。来年も日々毎回開催してどんどんグレードアップしていくというので、なんか映像もまたゴージャスになるというので。ぜひね、来年出てください。タイミング的に UTMB のすぐ直後とか、もう最中なので、もう UTMB ゴールしたらその足でスイスピークスっていうのもありです。我々がサポートしますので、そんなツアーも。いや、スイスピークスすごい魅力的ですね。そうですね。参加はトルデジャーノと同じで、誰でも出られる。あ、なるほど。もう全然ポイントとかいらないのに危険さですからね。相変わらずのすごい。だからね、ぜひね出てほしいけど、出る人は心してかかってほしいです。保険は絶対入ってると思いますね。絶対。飯野さんがそう言うってことは相当やばい。やばいっす。相当やばいと思います。制限時間はちゃんと150時間かな。ちょっと後でちゃんと調べますけど、150時間たっぷりあるんで、完走目的の方ももちろんゴールできますので、ちゃんと食事とって休みとってもできますので、ぜひ出てみてください。はい、スイスピークスでした。はい、ありがとうございました。